もう朝ごはん食べちゃって暇だったんで、ちょっと30分早いんですけど、だいぶ配信開始させていただきました。いいっすよね、別に。ということで、今日も葉巻をぶち決めていきたいと思います。キューバは、ハバナは今朝の7時半、日本は夜の8時半ですね。じゃあまったり葉巻吸わせていただきます。あれ、おはようございます。先にやらせていただいております。ライブの時間も守らないという。まあいいっすよね。なんか日本はツイッター見てたら昨日の夜はめちゃめちゃ大雨だったらしいですけど、大丈夫ですか？こっちも夜中になんかものすごいスコール降ったんですけれども、おはようございます。まあホテルの中だから別に関係ないし、夜だからね、どこも出ないからいいんですけれども。じゃあ朝のハバナでもどうぞ。こんな感じです。まあ、あんまり見栄えしないんですけどね。誰だ長野は8度の大雨です。8度ってなんですか？冷蔵庫の中の温度ですかね。キューバではちょっと体感することができない温度なので、ちょっとピンとこないです。はい。まあ日本に帰ったらそんなこと言ってらんないんですけど、でも帰ったらもうゴールデンウィーク終わってるから夏か初夏ですよね。いやーしかしキューバの飯はなんでこんなまずいんだろうな。まあ8度ってね、寒いですよね。何言ってんだって感じですけれども、こう春と秋のこう暑くなったり寒くなったりするこの幅が嫌ですよね。真ん中で今回っていうふうに思うんですけれども、そうそう一番快適な季節はね味わわせてくれないんですよね。やっぱ変化が激しいっていうのもいいかもしれないですけど、季節ですか四季ですか、一定してるっていうのもいいところあるので、キューバなんて雨季と寒季しかないですから。おはようございます。マル君おはようございます。今キューバは寒季なんですけれども、ねプラスから見てます。ちゃんとねバーでね見るときはねイヤホン使わないとダメですよ。スピーカーだとねやばい客だと思われるので。なんだっけ、あそうだ、今ハバナはね寒気なんですけれどもね、そう平均真ん中で温泉に入る冬の一時期だけ冷えてほしいです。いや温泉も俺冬じゃない方がいいんですけれどもまあでも冬はねご飯が美味しいですからね、なんか魚とかも美味しくなるし。そうそうで、ハバナは今寒気ですけど、寒気っつっても別にカンカンに太陽が照ってるわけではなくて、雨の回数が少ないってことなんですよね。たまにスコールが降る。おはようございます。ね、バーではねちゃんと礼儀を守りましょうね。バーで見るのもいいですけど、キューバの雨季は結局何かっていうとハリケーンの季節なんですよね。一番キューバにハリケーンが来る季節は9月から10月にかけてなんですけれども、その時ですよねアメリカとかでもハリケーンのなんかすごい被害が受ける、フロリダ湾に浮いてる島なんで、フロリダの季節とほぼイコールなのがキューバなんで。でもハリケーンで飛行機乗れなかった時ってよく考えたらないな。それ考えたら運がいいのか。
まあ、キューバは毎年のようにハリケーンが来るっていうか毎年来るんで、沖縄の台風みたいに普通に備えてるんで、人死にが出るっていうことはまずないみたいですね。まあ、でも道路が冠水したり、あとマレコンっていうハバナ湾に面している一番大きいメインストリートなんですけれども、そこが通行止め、高波で車が通れなくなったりっていうのはしょっちゅうあります。そう、ハリケーンが来ます。つうか、あれって名前が違うだけでみんな同じですよね。発生する場所で名前変えてるだけで原理同じですよね。台風もサイクロンもハリケーンも。キューバのハリケーンはまあ日本の台風と全く同じ季節的な名物種ですね。なんで一応キューバで一番季節がいいって言われるのが2月の末から、4月の頭ぐらい、今の時期なんですよね。寒気でもそんなに暑くないし雨もあんまり降らない。ですから通常ハバナスフェスティバルって2月の末から3月の頭にかけて開催されるのはそういう理由なんですね。いや去年はオンラインイベントで今年は開催されなかったからな。来年こそはまたねやってもらいたいんですけどね。昨日夜遅くに雨降ったからか今日は風がまだ冷たいですね。半袖だとちょっと寒くなってやだ。今日も昨日みたいに Wi-Fi が途中で切れたりするかもしれないんでそれは本当に不可抗力なんで申し訳ないので先に言っときますね。マジでバツバツ切れるんで Wi-Fi が切れるか停電するか停電1日に5回も6回も起きるんで。まあなんか葉巻について質問があれば回答しますよ。特にキューバにいるっつっても話のネタがあるわけでもないわ。そもそも昨日まだ1日しか外出してない。それはパルタガスのショップが新しくオープンしたらしいんで覗いてみようかな。以前はパルタガスって工場にショップがついてるタイプだったんですけれども工場が新パルタガス工場に移転したので、ショップもそこは、閉店したんです。ディスコン以外でキューバでも手に入りづらい葉巻ってあるんですか？ありますね。結局葉巻っていうのはキューバから出荷されて世界中の卸に行くんですけれども、人気の高い葉巻は奪い合いになるんですよね。で奪い合いって言っても社会主義の国なのでイデオロギーや平等っていうふうにしてますんでみんな数や隔たりなく分配されるんですね。ただ有力なディストリビューター売上高が高いところはバックオーダーをたくさん送るんですよね。なんで
やはりそれを消化しないと市場に出てこないので、バックオーダーがどんどん積み重なっていって通常一般のお店には出てこないっていうのが葉巻が少なくなっている現状なんですね。なんでキューバ国内でも他の国と同じようにラインナップは変わらないように平等にしてるはずなんですけれども、まあそこはやっぱり建前ですよね。他のところに送ってるのかもわからないですけども、やっぱりキューバでもダブルコロナとかチャーチルとか大きい長い葉巻っていうのは見つかりづらいです。ただキューバの他の国のシガーショップと違って面白いところは、キューバってどんなにお客さんに言われても取り置きしないで店頭に全部並べちゃうんですよ。ランセロだろうがエスプレンディドスだろうがサー・ウィンストンだろうが、だから一元の観光客が「わあ葉巻だ」って言ってそれを買ってっちゃうっていうケースが一番多いんですよね。まあ平等の社会のいいところなんだか悪いところなんだかっていうふうに思いますけれども、まあキューバなんでね、そこは笑って許すしかないです。中にはね葉巻は取っといてあの観光客からチップをもらって高値で売ろうっていう風なところもあるんですけれども、そういうけしからんお店はねだんだんお客さんが来なくなってしまうので改めるかもうやっていけなくなっちゃうんですよね。まあ何々用意したらチップやるからとかいう風に言う客の方が悪いんですけど、そういうのはね多少は先々のこと考えてもらいたいんですけれどもね、そういうこと考えつかないんでしょうね。困ったもんです。ただキューバっていうのは何を葉巻作るとか新しいのを考えるとか、何をいくつ並べるとかお店が何をいくつ発注するとかいうのは全く考えてなくて、そもそも合理性にかなり欠けてるんで、そこのところは考えてもしょうがないですよね。うちらから見ると全部気まぐれに見えるんですけれども、それも全部キューバのやることなので、言ってもしょうがないと。だからスタンダードなシガーでなんでこれがないのとか、すごい人気があんまりないような葉巻とかでなんでこれこんなに作ってるのっていうふうなのがあるんですよ。生産計画っていうものが多分ないんだと思います。行き当たりばったりで作ってるんだと思いますよね。でもまあそういうふうなところがハバノスに反映されてるんで、そこのところで思わぬ美味しさとか葉巻とか味わいとかに合うのがきっとハバノスの楽しみなんでしょうと。まあ綺麗にね言ってもねしゃあないんですけども、キューバの気まぐれは本当に全然関係ないですけど、日本で沈没船が見つかったらしいですね。そんなに離れてないところの海底で見つかったとか、ああいうのってね大体何か亡くなったいなくなったとかいうふうな時にね大体近くに潜んでるんですよね。ちょっと前に神奈川であった蛇がいなくなった事件、なんかめっちゃ山の方とか探しに行ってましたけど、家の屋根裏とかにいましたもんね。ああいうのは案外近くにあるもんです。しかしツイッターでも毎度のように嘆いてるけどキューバの朝ごはんというかキューバのご飯はなんとかなんないのかな。本当にまずくてしゃあない。それでツイッターとかインスタグラムとか見てるとねフォロワーの皆さんがね美味しそうなもの食べてんですよね。本当に肉を焼いてたりとか麺をすすってたりであるとかカレー飲んでたりであるとかね。美味しかったですか？いいっすね。こちらのゴミみたいなもの食べてましたけどいいな。大体ね
成人してご飯の夢見るってあります？何か育ち盛りの子供じゃないんだから。俺はねキューバ行くと大体食べ物の夢見るんですよ。まあ大体揚げ物とかなんですけれども、だからねそれを見てね夢見て朝起きてもう日本帰ったら絶対にあれ食べてやろうっていうふうに考えてモチベーションを保つんですけれども、美味しいご飯が食べたい。おはようございます。助っ人外国人さん助けてください。キューバでもね日本人食堂っていう日本人の人がやってるお店があるんですけれども、結局美味しくないんですよね。調味料とかいろいろ日本から持ってこれますけど、どうしましたかってキューバのご飯がまずいって話してるんですよ外国人さん。調味料とかを日本から持ってきてなんとかね味をつけることはできるんですけれども、食べ物って素材の時点で、ね、ご飯の味ってほとんど決まってるんですよ。素材がダメだったら料理は絶対に良くならないので、それね本当どうしようもないですね。日本人の舌が超えすぎてるっていうのもあると思うんですけれども、日本人の食べ物にかける情熱はもう執念って言っていいレベルなので、大抵の国の果物って甘くないですけれども、日本の果物ってものすごく甘いんですよね。野菜と同じぐらいの味の果物がほとんどなので海外は。だからフルーツサラダっていうのがあるんですけど、葉巻が美味しいからプラマイゼロなんですけどね。確かに葉巻がなかったらこの国は本当にもうすでに滅んでると思うんですけれども、だから日本人の舌に合うようにご飯作れって言っても他の国ではかなり難しいとは思うんですけれども、それにしたってって思うんですよね。キューバは食料自給率が日本と同じぐらい低いんで、ほとんどの食べ物を輸入に頼ってるんですね。でコロナのせいで輸入が滞って、で経済も回ってないですから、確かに物が不足してるんですけども、島国なんで魚釣ってねパパイヤもいでバナナ食べてれば飢えずに済むんですけど、ね、昔のソビエトとかじゃないんで、ソビエトは寒いんでねほったらかしにしてたら死んでしまうんですけど、この国寒くて死ぬとかいうことはないんで。でも農業自給率が低いのと、あとこの幅なしは全然農作物を作ってないので、周りの町村から全部食べ物とかを要は集めてるんですね。日本とかでもね卸売市場とかにそういうふうに集まってきますけど、キューバの場合ちょっと違うのはなんていうかな、物流ですね。国内日本みたいに少量冷蔵輸送トラックとかがあるわけじゃなしなんで、でっかい4トントラックにガッと全部野菜を乗せて炎天下の中そのままゴトゴトカバナまで運んだりするわけですよ。そうするともう届いた時点で野菜が傷んでるんですね。肉とかもそんな感じなので、そうするとまともに食えるものがないっていう風になっちゃうんでしゃあないんですよね。食い物が少ない取れないっていうよりも文明の発達具合がちょっと厳しいっていうところだと思うんですよね。モノカルチャーの国ってみんなそうだと思うんですけれども、キューバもスーパーマーケット行くと1種類のものが山積みになってるんですけど選ぶことはできないんですよね。物がないっていうわけではなくて、種類がないってことなんですよね。何かを買いに行ったらもう1種類だけしかない。それに路上とかで野菜とか売ってる馬車とかもあったり、あと配給じゃない食料とか売ってるマーケットとかもあるんですけど、そこ見に行くとねやっぱりね、みんな自分たちで作ったものを出荷してたりするんですけど、食べられそうなものがないんですよね。なんか野菜とか見ても虫食いだらけだし、こんばんは、誰ですか？肉食ってた人だ。帰ってください。なんかもう野菜とかでスープとか作ったりするっていうのも話聞いてみると食べられるところを選んで切って、でそこから料理するので大変なんだろうなと。農薬とかないんでね、この国はお金がないんで
有機栽培って言ったら聞こえがいいですけれども、それは有機栽培にしようとしてそうしてるわけじゃなくて、農薬が買えないからオーガニックにならざるを得ないんですよね。まあなんか野菜テロリストとかはすごいありがたがるかもしれないですけども、まあ、食の恨みはねきついですけど、日本人の逆鱗っていうのは食べ物と天皇陛下のことなので、ここいじくると普段穏やかな日本人もねぶち切れてね殺しに来るので、それはみんなそうだと思いますけど、だから有機栽培っていうのか、もう種植えてあとは成り行きに任せて育つのを待つみたいな